貝印さんのミシェルブラスの包丁だったりとか、ちょっといろんなキッチンツール、グレーターとかスライサーとかいろいろ使ったんですけど、切れ味がいいとか、そんなんもう大前提なのももちろんだと思うので、その辺はもちろん素晴らしいなと思いつつ、かゆいところに手が届くというか、こういうキッチンツールあったらよかったよなとか、例えばムーランとかも、割といわゆる胡椒引きみたいなやつって、勘でこう緩めたり締めたりで粗さをやったりするんで、それがもう完全に9段階、自分の狙った粗さに調節できたりとか、グレーターも本当にアタッチメントで5個6個変えれて、これ一つで別に3種類ぐらいの料理ぐらい作れるんだけど、これがもうちょっとこうだったらいいなみたいなのがこう分かれてて、本当にそれにアジャストしたこうアタッチメントがあったりとか、そういう料理人がこんなんあったらいいなみたいなのがめちゃくちゃハイクオリティで実現されて、ここにたどり着いてるんだろうなみたいなので、包丁の形状一つとっても考えられて、本当にキッチンで使う道具として、料理の幅が単純に広がるし、今回もちょっとこうグレーターの3番かな、形とかもそれがないとそんな形思いつかなかったんですよ。それはヤーコンっていう野菜を一回スライスした時に、こんな感じの形とこんな食感になるんだみたいな、包丁では再現できない、スライスしたのでも再現できない、新しいその食感とか味覚風味を表現できるっていうのは本当にすごく面白くて、クリエーションの幅をめちゃくちゃ広げてくれるなっていう感覚ですね。で、今回このグレーターをちょっと使っていくんですけれども、本当に皮ごとこれよく洗った菊芋をすりおろした時のこの本当に菊芋の香りだったりとか、これがもうそのまま完成のクオリティに直結するので、道具だけで料理のクオリティがもう1段も2段もすごく上がるなっていう感覚ですね。アタッチメント変えて、そうするとこう食材の表面積が変わるので、それで仕上がりでどんな香りを立たせたいかとかで、こういうのも選んでいったりしてもすごく面白いと思います。意外とこの水分が多分繊維が壊れたのですごい綺麗にすりおろせるんで、生姜の絞り汁があんまり取れないみたいな、逆にあったりするんですけど、そのぐらい水分も香りもすごく閉じ込めてすりおろせてるなっていう感覚はありますね。包丁のシリーズだとこの牛刀のやつが一番好きで、本当に野菜の切った断面もすごいピカピカしてますし、特に根菜とかすごい気持ちがいいんですよね。もうスッと切れて水分も出ないんで、ちょっと後でしっかり加熱していくときにもすごくいいですね。根菜とかさつまいもとかって切れる切れないっていうより包丁の形ですごく割れちゃったりすることが多くて、やっぱ割れると美味しくないというか、断面がやっぱ美しくないので、この包丁は本当にちょっと硬かったりとかするものでもすごいツルツルに切れますね。これもこのマンドリーヌの切れ味が良くないと、薄くすれないのはもちろんなんですけども、味だったり食感だったりとか、その後このスライスして空気に触れた時の香りがもう全然違うので、こういったスライサー一つとってもやっぱりもうめちゃくちゃ切れるっていうだけで料理のクオリティが本当に何倍にも上がるので、食材と同じぐらい本当に重要なですね。こんな感じでちょっと薄くスライスしたカリフラワー、ちょっとこれをサラダにしていきます。最後はこのムーランをで、この中には発酵させたトマト乾燥させたやつと、あとティムールペッパーと呼ばれるネパール原産の胡椒で、ムーランの中がいわゆる一般的な胡椒引きみたいなのと違ってすごい空間が広いので、この中にこういうちょっと大きい乾燥したこういうの本当にパリパリっとこう入れて、自分でこうミックスしたブレンドした、乾いていれば何でも引けるんで、スパイス以外でもこういった野菜だったりとか、カリカリに揚げた魚の骨せんべいみたいな、そんなものでも引けちゃうのがすごい面白いですね。やっぱりこれは引き立てなんで、香りがもう断然で違いますね。で、あとはこの粗さも9段階で変えれるんで、今回ちょっと細かく